状態だね。危ないでしょルーちゃん。あんまり置いたしたら後ろだからね。分かった？さあ行きましょう。出発。どっち行くんだっけ。忘れ物ないよね。あれ鍵かけたかな。これで出てからなんかやってたよね。入ってなくていいよ。これはダメだよ。あー、天気いいからいいね。最高。でそんなにほらカンカン照りでもないしね。芝生がでも綺麗に乾いてるからな。そうだね、そこだね、問題は。東京方面ね。およそ600メートル先、鋸南保田インターチェンジの出口を出ます。ちょっと待って、あれ出さない。カバンから出してくれ。はい、ありがとうございます。前の止まってなかったっけ？まあ釣りやってる人とかが多分いるからね。目的地は左側です。繋がってるわ。お疲れ様でした。まずは場所決めてこないと。ここからのこれ倒して大丈夫？倒して大丈夫？いいよ。名前は何ていうの？ルーク。男の子。5歳。遊びたい盛りですね。これに吠えるのは蚊とハエだけ。あとは全然ダメ。怖がり。ビビるな、ビビる。少し1メートルぐらい飾った方がいいね。じゃあ焚き火の場合、前にとりあえず飲みましょう。そうしましょう、そうしましょう。これ洗ってもさ、お汁取れないんだよ。なんだかしら。夜は長いですから。ね。何が？入れ
てるわよちゃんと毎日。毎日って何？マドラー忘れた。毎日じゃない毎日でしょ。ちょっと最初はほろ酔いでそのままもね。うないし氷が冷たくて。はい、お疲れ様でした。私がね。お疲れ様でした。エミやね。ジュースだね、このほろ酔いってね。すごいアジサイ綺麗だね。アジサイが綺麗。どうしたの、どうした。ぐるぐる巻きになってんの。あららら、かわいそうに。ぐるぐる巻きになっちゃってんの。それキュンキュン言うわな。でも自分が悪いんだけどね。はいはいはい、脱出成功。脱出成功。はい。さあ、留守に行こう。早くしないいよ。朝券。おにぎりとかあるの持ってこなきゃ。朝食べようと思ってそのまんまほらできちゃったからネギたっぷりね。よいしょ。あと取れる？あ、そっちにとこっか。本汚れるんじゃない？大事な本。8が切ったよ。じゃん、さすれないよね。いただきます。今日はごまだれにしなかった。熱いかなと思って。るーちゃん、ダメよ。お、持ってきて。はい、よくできました。はい、ちょっとじゃなくていっぱいのせた。いい？あげて。うまっ。今日は暖かくていいね。でもこれぐらいでよかったよ。これ以上暑かったら死んでたよ私。タコ飯美味しい。なんかいいな。ここは綺麗だね本当に。で受付も感じがいいんでしょ。受付っていうか市役所の担当の人ね。何かって言うんだろう。観光ホテル。まあほら電話で喋ったわけとかじゃない、メールだけどすごい丁寧だし、すごい感じがいい。車椅子だから雨だと芝生の上は車椅子だとちょっと走行が難しいからって言ったら、もうそんなのはもう全然大丈夫ですよ。来るか来ないか決定したらすごい向こう暗い雲。雨雲レーダー見て。携帯入るのかな。入ってない。ダメだね。どこも入ってるからちょっと持ってこよう。
ここまで荷物を運んでくればすごい広々使える。貸し切り状態だね。少し水場とトイレには遠くなるけど、いや遠いうちに入らないね。ただね、うちは車椅子なんで極力近くが良かったんで、ちょっと狭いところに設営したけどもいいね、こっちで。ここは芝生というよりも、芝生もあるのかな、芝生もあるんだけども、雑草っていう感じかな。今の時期はすごいアジサイが綺麗です。結構ね、釣りをやってる人も多いです。十分。スーパー何だったっけ、ホタテ。え？スーパー。小田屋。小田屋。うん。桜でしょ、全部。綺麗だろうね、満開だったら。これで夜怖くないね。お隣もいるし、向こうもいるしね。向こう帰ってくるさ。やっぱり端っこって端から何かが襲ってくるような感じがするけど、真ん中にいるんだ。ね、終わり。風が吹くと涼しくて気持ちいい。ああ、風吹くとね。どうしようかな、YouTube 入んないよな。私のデザリングで見ればいい。できるの？できる？スマホ。誰も取らないの？誰も取らないの？ちょっと芯出しすぎかな。今日お肉
でこれをやろうかと思ったのは、たまたま YouTube 見てたらね、今流行りの人いるじゃん、渦中の人、広末涼子とシェフ、知らない？一星レストランのシェフが、広末涼子知ってるでしょと、まあ肉食系の女子でしょ。あ、知ってんだ別に全然そっちのネタの方には興味ないんだけど、普通の安いステーキ肉ねをものすごい簡単に美味しく焼く方法みたいなのをあげてたの、とかシェフがね。それを今日それやってみようと。そう、それをやってみよう。でやり方としては、まあ、揚げ焼きじゃないんだけど、ちょっと多めの油で強火で一気に片面を焦げ目がつくぐらい焼くのね。で塩は振らない。塩を振ると水が出るんだ。で裏面はもう全然ちょっと焼くぐらい、ただそれだけ。シェフは塩っていうお店のシェフなんだけど、やっぱ塩が美味しいんだろうね。だからその動画でもその調合された美味しい塩を使うとものすごい美味しいっていうことなんだけど、その塩はないじゃん。だから多分普通後から塩使うの。そう、後から塩をかけたりつけたりして食べる。それ正解かもしれないね。って言ってた。料理界では邪道なんだけどって言ってたよね。であとは肉を必ず常温、まだ冷たいな、冷蔵庫今入ってたからもうちょっと置いて、あとは筋切り、これ安い肉だから筋が入ってるじゃん。筋切りをちゃんと包丁でして、で常温にして焼くことだけ気をつければ絶対に美味しく焼ける。美味しく焼けなかったらやってみよう。コメントに美味しく焼けなかったって書かないけどねそれあんたのやり方が悪いんだよね言われたけどね。そうだね。こうやってやってた。こうやって筋切りも。塩を振らないっていうのは斬新よね。よし、じゃあしばらく寝かせます。何？ロシア人が何？ウォッカ？ウォッカなんで飲むか。寒いからじゃないの？違うんだって、広いからな。広いから？何広いからってロシアが？国土が？意味わかんないんですけど。見渡す限り平原なんだって。うんうん。でずーっとそこで何時間も何時間も車で走ったりするとボケてくるんだって。それでウォッカを飲むんじゃないんだって。体に放り込むんだって。でそれで麻薬と一緒だね、シャケッとするんだって、やっぱり強いから。それでまた何時間も走れるっていう。それ言い訳だね。それ日本人はわからない感覚なの。そうなの？だから見渡す限り真っ平らで何にもないとこを何時間も走ってると上下が分かんなくなるような感じ。そうホワイトアウトとかブラックアウトみたいな、そういう感覚なんだって。でウォッカで意識をパシッと、そうしないと持たないんだって分かるような気するよね。まあ言われてみたらね、嘘か本当か分かんないけど、でも分かるような気するね。でそれ飲酒運転になるんじゃないかって。でも大平原の中でおまわりに会ったことないんだって2日に一遍ぐらいしか人来ないのに取り締まってもしゃあないでしょ。そういうとこに住んでるやつがやっぱりウォッカ飲むんだって。飲むっていうか煽るっていうかね、放り込むんだって体に。だからその土地土地の歴史文化知らないとわからないんだって。日本人が昼間からウォッカをってなんて言ったら飲酒運転になるんじゃないかって言うけど、飲酒取り締まるやつもいないし大平原の中を何時間も走ったらおかしくなるっていうのは分かるような気がする。本当だね。この間はほらバケットがそんなになかったからさ、あれだったって結構食べるでしょ。こんなもんでいい？さあ焼きますよ。結構熱の通り早いから多めの油いくよ。いじらない。熱い熱い熱い。
それがコツ？これだけ。あとは塩。本当かなって感じだよね。ちょっとパン置いてて。ああ。そんな早いの？うん。結果的にレアに焼けってこと？そうだね。で、銀紙にも包まない。これは生でも平気だからちょうどいいぐらい。私はいまいち苦手だからもうちょっと焼いた方が良かったかなっていう感じ。これ塩食べるの方でそう入れて塩かけてくれる。ちょっと早かったかな揚げるの。この辺いいかもしれない。これぐらいでいいんでしょ、音は。どう？何レアってこと？要するに素人がやるとこういう感じ。これ焼いたら硬くなるよ。そうだよね。焼きすぎたら。これがいい焼き方？って言ってたけど、私の焼き方の問題だね。これぐらいの肉好きよ。今日はね、もっと切る？今日はこっちのレアの方がいいでしょ。何これ？若漏れ。ここでやるのめんどくさいからお家で作ってきた。また例の冷凍にハマってるからね。これ何？これは白身魚のバジルソテー。これは解凍して蓋をして5分。マルチグリドルの蓋じゃないけどマルチグリドルの蓋。おお。くださいこれに。はい。ちょっと待って。この前に紹介したヘッドライト。ちょっと今真っ暗なんでこんな感じです。このヘッドライト一つでこんな感じに車もやっぱこのライトは明るいですね。一旦ちょっと荷物を車に片しに来ました。車内の中もこのライト一つでこんな感じです。明るいよね。とりあえずテントの中はこんな感じです。あとは寝るだけだからね。るーちゃん、あんたそこで東京パパのとこで寝るんですか？じゃあママはこれから歯磨いたり顔洗ったり山んば状態に大変身。今でももう
ほぼ山場状態。全部入れたの？荷物。もう入れたよ。あとテーブルは出しっぱなでいいよね。テーブルだけはね。あとタフ丸くんしまって終わり。この見て景色すごい気持ちいいでしょ。あとこのむさ苦しいおっさんこのむさ苦しいおっさんと